スンダモンなのだ。今日はカリブ海の国、ジャマイカのニュースを3問まとめて紹介するのだ。まず豆知識なのだ。国名、ジャマイカは先住民隊の語りのサイマカに由来していて、木と水の地という意味だとされているのだ。そして今日の一押しは3つ目のニュースなのだ。カテゴリー5のハリケーンで被害を受けた学校の子どもたちが今も借りた施設で学び続けているという話題なのだ。ジャマイカはカリブ海に浮かぶ島国で、首都はキングストンなのだ。かつて英国の植民地で1962年に独立し、議会制民主主義の英連邦国なのだ。人口は約300万人で、観光、農業、砂糖やバナナ、野望記載と香料が主要産業、音楽はレゲエが世界的に有名なのだ。近年は観光回復や気候変動対策、治安改善の取り組みが注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。学校、児童のケアに失敗という記事なのだ。ジャマイカのノーマンリー高校で2017年3月、8年生のアマニ、議員、モスさんがクラスメートのロショーナ・トレイさんに教室内で殴られ、歯が1本抜け、2本がぐらつく怪我をしたのだ。きっかけは靴磨きがなくなったとする口論で、代行の先生が前に座っていながら、約10分続いた言い争いにも、立ち上がって近づく行動にも、一切介入しなかったのだ。母親手にサリバンさんは学校側を相手取り訴訟を起こし、2026年1月12日、ソニャ、イント、ブレア判事は、この不介入は生徒への注意義務とケア基準の明白な違反だと認定し、一般損害230万ジャマイカドルと特別損害4200ドル、2019年1月30日から年 3% の利息支払いを命じたのだ。学校側は安全対策や監督体制があったと主張したが、具体的な記録も示せず、裁判所は教師の何もしなかったことが決定的だったと判断したのだ。二つ目のニュースなのだ。ベネット・クーパー氏、有罪判決抹消法案の周知を訴えるという記事なのだ。ジャマイカの上院で犯罪記録の抹消を拡大する改正法案が可決されたのだ。政府与党のローズ・ベネット・クーパー上院議員は、古い軽微な有罪歴を持つ人たちに向けて、どの犯罪が抹消対象か、どう申請するか、再犯防止の条件などを丁寧に周知する大規模な啓発を政府に求めたのだ。審査を行う委員会は5人から9人に増員され、より多くの申請を扱える見込みなのだ。一方、野党のバーナード議員は、官僚的な遅延が続けば実効性が損なわれると警告し、申請から抹消までの平均処理期間などの実績公表を要求したのだ。政府側のタバレス・フィンソン議員は、これは責任放棄ではなく、更生した人に就労や住居などへの第二のチャンスを与え、再犯の悪循環を断つための改革だと強調したのだ。3つ目のニュースなのだ。数百人の生徒が今も借用施設で学んでいるという記事なのだ。2025年10月にジャマイカを直撃したカテゴリー5のハリケーン、メリッサで西部の学校が大きな被害を受けたのだ。その結果、校舎が使えなくなった子どもたち583人が、今もホストスクール制度で別の学校に間借りして学んでいるのだ。受け入れが多いのはキングストンなどの地域1で247人、地域2で106人などなのだ。教育省は、学びの遅れをコロナ禍から立て直している最中の新たな打撃と見ており、段階的な学校再開計画を作成し、オンラインと対面を組み合わせた授業も認めたのだ。また、ガイダンスカウンセラーや看護師、牧師、民間の臨床からによる無料カウンセリングを整え、被災した生徒、保護者、教職員の心のケアにも力を入れているのだ。スンダモン、学校の安全、支援強化と公正の周知で、被災児童や高齢者に寄り添う社会を早く実現してほしいなのだ。
界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。